カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。さて、今回は初めての試みで聞くレシピという企画をやっていきたいと思います。私は韓国の音楽だけじゃなくて料理も大好きなんですよ。酸っぱくて辛いものがとにかく好きなんですね。キムチはもちろんその代表格なんですけど、調味料で言ったらタバスコとか、そもそもタバスコが好きですよね。あとタイのトムヤムクン、それからインドのスパイスカレーとかも大好きなんですね。多分日本人の中では辛いものは得意な方で、日本で外食すると辛口を頼んでもちょっと辛さが物足りないこともあるくらいなんですが、韓国に行った時はですね、毎回トルメプケヘジュセヨ、辛さ控えめでお願いしますというふうにね、お店の人にお伝えして注文することが多いです。やっぱ日本と韓国では辛さのベースのレベルっていうのが全然違いますからね。すごい韓国で食べると辛いなと思うことも結構あります。韓国料理というとトッポッキとかキムチチゲとか赤くて辛いものをイメージされる方が多いと思うんですが、実はね、辛くない料理もいろいろあるんですよ。例えばサムゲタンとかソンロンタンとか、こういったスープ類、唐辛子が煮込みの段階で入ってないっていうスープ類もありますし、あと蒸し豚とかもね、包む時に唐辛子入れなければ蒸し豚自体は全然辛くはないです。あとジョンと言って日本ではチヂミと呼ばれてますが、もちもちのお好み焼きみたいな、ああいうのも基本辛さが入ってないことが多いんじゃないかなと思います。そして今回の聞くレシピ1回目で紹介する料理はカジバプといって、日本語で言うとナスご飯という料理になります。これは簡単に言うとナスの炊き込みご飯みたいな感じで、基本的にはね、これも辛くない料理なんですよ。最近日本では夏野菜の旬に入って、スーパーでもツヤツヤの綺麗なナスが売ってますよね。やはり旬の素材で作る料理はとっても美味しいので、今日は旬のナスで作るナスご飯を紹介していきたいと思います。まず私がナスご飯どこで知ったのかっていう話からしていきたいんですが、私がね、ナスご飯を見たのは三子石器という番組なんですね。この三子石器というのは三度のご飯っていう意味で、日本語タイトルは三食ご飯という風になっています。これはね、バラエティ番組で、私はこの三食ご飯がね大好きですごいたくさん見てるんですよ。でこの番組で本当キムチの漬け方とか、あといろんな麺料理、ビビンククスとかコチュジャンチゲとか鍋料理とか、そういったいろんな韓国の家庭料理の作り方を覚えました。簡単にこの三子石器三食ご飯という番組について紹介いたしますと、韓国の人気タレントたちが田舎で自給自足の共同生活を体験するというコンセプトの番組です。で2014年からケーブルテレビ局 TVN で放送されている長寿番組ですね。今ねシーズン9までやってるそうです。もう今が2022だから9年目に入るんですかね。日本ではアベマ TV とか、あと UNEXT、ギャオ、そういった配信アプリで見ることができます。あと YouTube にも公式の切り抜き動画がね複数上がってますね。でこの三食ご飯という番組はシーズンごとに山が舞台だったり海が舞台だったりするんですけれども、どのシーズンでも共通しているのが伝統的な缶屋作りの田舎の家に住むんですね。でこの缶屋っていうのが、韓国の缶に屋根の屋っていう字を書いて、日本語では缶屋と読みます。で韓国語ではハノクっていうんですね。韓国の伝統的な家屋のことです。でこのハノクのお家にタレントさん3人ぐらいで住んで、かまどで料理をして3食を自炊して食べるんですよね。で回によってはゲストが来たりとか、ゲストがないシーズンもあったりするんですけれども、そうやってこういろんなメンバーでもう3食を作って食べるっていうのがすごく面白いんですね。
でまたこのハノクの構造についての話っていうのがよくこの韓国語の試験のテーマで出てくるんですよ。特にね読解問題とかに出てくることが多くて、で私はその問題の中でハノクの構造っていうのを学んだんですね。で山を背にして水を望むように立てるとか書いてあるんですよ。山を背にすると山からこう風が吹いてきて家の中の風通しが良くなるとか、あとはちょっと高床式になっていて広めの縁側からこう戸を開けるとつながる大きな板の間があったりとかして、そこでこう作業したりするんですね。あとは有名なのはオンドルですよね。床暖房のことなんですけど、火を焚くところがあって、それがこう高床になっている地面と床の間にあったかいこう空気が流れて床を温めるっていうシステムがあったりするんですよ。でこれを問題で知ってて三食ご飯を見たら、三食ご飯のねハノクがまさにこういう構造だったんで、本当だと思ってすごい感激したのをね覚えております。そしてこのカジバナスご飯が出てくるのは、漁村編の3で、シーズンとしては6だったと思うんですね。でイ・ソジンさんと神話のエリックさんとユン・ギュンサンさんの、3人が主に出演されていたシーズンでね、エリックさんってすごい料理上手なんですよね。でエリックさんがこのナスご飯を作っていて、でソジンさんがなんか不思議とこれ癖になる味だねとか言って言いながらもりもり食べてるっていうのがすごい印象的だったんですよ。ただその時は、これ美味しそうだなと思ったんですけど、自分で作ることはなく終わったんですね。でしかし最近、きっかけはね、またこの番組何回も、登場して話題にしているドラマ賢い医師生活なんですよ。で賢い医師生活も TBN というテレビ局の制作なんですよね。そして賢い私生活シーズン2に三食ご飯のプロデューサーのナ・ヨンソクさんがね一瞬カメオ出演されるんですが、それが布石だったのか、賢い私生活の放送の後に賢い山村生活といってこの賢い私生活の俳優陣が三食ご飯のお家でこう共同の自炊生活をするっていう番組が放送されていたそうで、これをね私は YouTube で見たんですね。で全部は上がってないんですけど、結構ハイライト的な部分は YouTube で結構何個も見ることができます。で調べてみたら日本では Mnet っていう配信サイトで以前に放送があったようで、日本で見るのは今はねちょっとリアルタイムには難しいかもしれないんですけど、今字幕入りの DVD が発売されているそうなんで DVD を買うと見ることができます。でこの賢い山村生活の中でもまたねナスご飯が登場したんですよ。で俳優のねギョンホさんが夕食ナスご飯どうかいっていう風に提案したら、デミョンさんがいいねナスご飯僕好きだよ美味しいよねっていう風に賛成してて、でその時はねみんなナスご飯を知ってたんですね。で三食ご飯のそのイ・ソジンさんの方の時見た方はソジンさんの時はなんかいや知らない料理だけど食べてみるかって感じだったんですけど、この賢い山村生活の時はもうみんなナスご飯を知ってて、ソジンさんの時より大衆料理として広まってるんだなというふうに思ったんですね。でまたねこうみんなすごい美味しそうに食べてるんですよ。でここはね YouTube で見ることができますので、これ概要欄に貼っておきますね。でそれで最近ナスの旬だしということで先日私も作ってみたらこれがね想像以上に美味しかったんですよ。で日本人にも絶対馴染む味だと思います。みんな多分好きな味で、しかも何も特別な食材とかは必要なくて日本で普通に手に入るもので簡単に作れるので、これをね番組でレシピを紹介してみようと思ったのがきっかけでございました。そしていろんな作り方があるんですけれども、ペク・ジョンウォン先生のレシピを基本とするのがやっぱ一番簡単で作りやすいと思うんですよね。で三食ご飯でエリックさんが作った時もペク・ジョンウォン先生が作ってた料理だよというふうにおっしゃっておりました。ペク・ジョンウォン先生といえばですね、韓国料理の研究家であり外食企業の経営者としてめちゃくちゃ有名な方で、この先生のレシピなら間違いないというね意見が多いみたいですね。
で YouTube 動画に日本語字幕を出せるこのナスご飯のレシピがあるので、このペクジョモン先生のレシピの方も概要欄に貼っておきたいと思います。で今日はこのペクジョモン先生のレシピを中心に、私が作ってみてこうした方がいいんじゃないかって思ったアイディアも一緒に紹介していきますね。ではナスご飯の作り方に入っていきます。まず材料なんですけど、米、ナス、長ネギ、醤油、油、以上です。もうこれさえあればできます。で、材料詳しく言っていきますと、まずご飯はね2合が作りやすいです。これでだいたい4人分のレシピになってるんですけれども、もう1人とか2人とかでも2合で作っちゃうのがおすすめです。で私は余ったものを冷凍して後日食べたんですけれども、一旦冷凍してから解凍してもね味はほとんど落ちないので、作りやすい分量ということでご飯2合で作ることをおすすめいたします。それからナスは私は3個がいいと思うんですね。でペクジョンモン先生は4個入れてらっしゃったんですけれども、ナスのサイズによると思いますが、中くらいから大きめだったら3個で十分だと思います。2個だとちょっと物足りなかったですね。それからネギですが、長ネギは2分の1本となっているレシピが多いですが、これは最低限の量だと思います。ネギが好きな人はもう1本入れちゃって大丈夫です。で私は京都のね九条ネギっていうネギがすごく好きなので、結構大きなのを丸々1本刻んで入れました。そして醤油が大さじ2杯で、油は大さじ4ぐらいでいいと思います。6とかもっと多いものもあるんですけど、ヘルシーに作りたい方は大さじ4ぐらいでいいかなと。で私はサラダ油とごま油を半々にしたんですけれども、サラダ油だけで作ってもいいし、ごま油の香り好きな人はごま油でもいいと思います。で基本はこれだけでできるんですよ。で、ナスとネギだけで十分美味しいんですけれども、あと合わせるのにおすすめの食材としてはね、豚肉ですね。ひき肉とか、あとカットしたバラ肉の豚肉を追加してもとっても美味しいです。では作る手順を説明していきますね。まずご飯です。米2合を溶いて浸水を15分ぐらいしておきます。でこのね浸水が重要なんですよ。で水の量はいつもご飯炊く時と同じぐらいでも炊き上がりが柔らかすぎるっていうことはないんですが、ナスからも水分が出るので、ちょっといつもの規定量よりは少なめにしとくのがおすすめです。でこれはもう炊飯器にお水を張った状態でただ置いとくというので大丈夫です。そしてナスは一口サイズに切って、長ネギは薄い小口切りにします。そしたら鍋に油をひいて、まずネギを炒めるんですね。で油にネギの香りを移してネギ油を作るようなイメージです。でペクジョンウォン先生はこの後ネギに火が通ったらまず醤油を入れるんですけど、私はねちょっと焦げるのが怖いのでいつも先にナスを入れちゃいます。でナスを入れて香ばしい香りをよりつけたいっていう場合はですね、醤油を先に、ナスより先に醤油入れた方がいいと思うんですけれども、私はナスの後醤油にしてますね。でナスに油が回ってある程度火が通るぐらいまで炒めるんですね。でちょっとしんなりしたかなぐらいまでで OK なんですよ。また炊飯器で炊く時にね熱が入るので生じゃなければ OK みたいな感じです。でこれちなみにしんなりするっていうことを韓国語ではねスムルチュグルってカジって言うんですよ。で意味は息が死ぬまでっていうことなんですね。で最初聞いた時ちょっとすごい驚いたんですよ。息が死ぬまでってと思って、ただその意味はねすごいよくわかりますよね。生気がなくなるまでみたいな感じでしょうね。でスムルチュグルってカジというワンポイントです。そしてナスの息が死んだ頃ですね、炊飯器で浸水しておいたご飯の上にもうそのまま乗せていいんです。熱いままバンと入れちゃってください。そして炊飯器を閉めてスイッチオンで、これはねいつも使う普通の炊飯モードで大丈夫です。でご飯が炊き上がった頃ご飯が炊き上がったらもうそれで出来上がりです。でよく混ぜて、私はねいりごまをトッピングするのが好きですね。いりごまかけていただきます。で味付けはもう醤油が入ってるので、これだけでも私は十分味があると思うんですけれども、ちょっと味変というかパンチのある万能だれっていうのをかけても美味しいんですよ。で万能だれの作り方も一応説明しておきますと、
まず刻んだニラとネギ、おろしニンニク、そこに唐辛子粉を入れます。で、具材がだいたい浸るぐらいの醤油を入れて、お砂糖をね小さじ1ぐらい入れて、ごま油、それからいりごまを加えたらもう出来上がりなんですね。で、このタレって結構韓国料理でよく出てくる万能ダレなんですよ。鍋の具材、水炊きみたいなあっさりした鍋をちょっとこういう韓国風のタレにつけて食べても美味しいですし、韓国万能ダレのレシピですね。で、このまま食べても全然 OK なんですけど、私はねちょっと軽く電子レンジで一回加熱するんですね。そうするとニラとネギが、ニンニクもちょっとしんなりして、その旨味が醤油により移る感じがして私は好きです。で、パンチが効いた味が好きっていう方はですね、生のまま食べた方がパンチは効いてます。で、カジバブとナスご飯にもこのタレをかけるとすごくね、一気に韓国料理感が増すんですよ。でも炊き込みご飯だけでも十分味があって美味しいんですけど、これね韓国料理感を出したいなっていう人はこのタレも作ってかけてみると美味しいかもしれません。さて、そんなわけで今日は聞くレシピ第1回目ということで、カジバナスご飯のレシピなどを紹介してまいりました。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。また YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。